第3章はトロフィーハンター横澤でございます。おー、ハイローラーイベントにこれから出場していきたいと思います。はいさトーナメントってこういうゲーム1200ユーロディープスタックっていうのがやっててですね、やったというわけで長かった EPT2 週間の旅も今日で終わりなんですけども、3位になった後はですね、アイローラ2回飛び2200ディープスタックも残念ながら18位ということで7050ユーロで終了してしまったんですけども、その後出た3150ユーロトーナメント即飛び、そしてですね、これが最後のトーナメントです。12000ユーロトーナメント、こちらのトーナメントで今回の旅を締めたいと思います。結構ターボのトーナメントなんですけど、参加人数がすごい少なくて、下手したら10人も出ないんじゃないかぐらい参加人数少ないんですけど、トロフィーハンター横澤ですから、どんだけメンツがからかろうと人数が少なければ出た方がいいっちゅうことで出ます。始まってんじゃん。6人目だからエイシーズ楽しそうなメンツだぜ。押してやるわ。How's it going? You gonna play? You guys want break? Yeah, I'm gonna play after the break. Smart. What? Can I get everyone in the break? If you're like me, you can eat for the rest. 2万5000以上定めて全部正しい飯とかマシとか。
リエントリーや。最初めちゃ辛だったんですけど、さすがにちょっとゲームがいいんで、これはもう一回エントリーする価値がありそうです。でけえ160万。こんな簡単に160万ポンポンなくなってたまったもんじゃねえな。これでけえ、めちゃくちゃ嬉しい。テンション上がる。アドレナリン出るわ。よっしゃー、リエントリーなくなったー。これでこの大会分が横澤の本当の最後のトーナメントが決まりました。しかも横澤今7万4500円持ってます。3万スタートで7万4500で2回エントリーなんでプラスです。残り21人、アベレージ4万8571なんでアベレージ29万。嬉しい。私から持ってるわよ。今日なんかレイズしまったね俺。ポストフロント19万3500アベレージバイバー決まりまくりですね。気持ちいいんです。ちょうどアベレあれじゃない、インマネアベぐらいかな。これでこのままいけばインマネ、あと2択6人からインマネ。残り9人。これもう一つのファイナル。ファイナルです。あと一人今ね、熱い機体トン拍子で飛んでった。でもアンオフィシャルファイナルってやつですね。シャックスマックスのトーナメントで本当はファイナル6人からで6人からインマネなんですよ。なんですけどインマネがあと1人って状態なんで残り7人バラバラでやっちゃうと4人3人になっちゃってすごいアンフェアなので7人バラバラになっちゃうっていうアンオフィシャルファイナルっていうだからファイナルテーブルとは言えないですね。嘘ファイナルです。ちょうどアベレージぐらいかな。アベレージでファイナル。熱い。あと1人。しかもメンツも当初想定してたよりはだいぶマシです。僕の予想はですね、このテーブルはね、みんなね、めっちゃプレッシャーかけてきます。それまで飛びたくねえだろ、飛びたくねえだろ。俺は怖くねえぜ。これでいきます。数手でプレッシャーかけさせに行って、プレッシャーが来たところをピッてダブルアップします。
I have, yeah. Let's go. 4万6000。難しいハンドでしたね。I was just asking you like a poker question and and the Kit Kat please. Thanks.いやファイナルデーモ2万5100でも1つ飛んだら7200上がるでかすぎる7200よあるよスライズ上がったこれで勝負スタッフがもういなくなったんでいよいよマチャンシの戦いですねここからははいあ、すげえ
4人4万1250って熱いねこれ。トロフィーが運ばれてきますよ。次一人飛んだらついにトロフィー撮影させてください。トロフィー最下位どうやって同じトーナメントシリーズ中に2回も3位になれるどういう確率 ?880 万でかいね。よし気持ちよく帰れるわ。最後のトーナメントでこんだけでかい真似できたら。いやーでも今回のトーナメントは振り返ってみたらめっちゃついてましたね、はい、結論プレーももちろんめっちゃ良かったんですけど、とにかく俺に勝ちましたね今回は。というわけで飯食いに行って EPT を締めましょう。はい、レッツゴーご飯。というわけでお疲れ様です。2週間の長かったようなあっという間だったような EPT バルセロナの、旅が終了しました。今回の旅はいい旅でしたね。何も文句なしというか100点満点の旅で終えることができたなと思っております。というわけで早速ですが結果発表していきたいと思います。まず収支いっちゃいます。はい、収支プラス15万5605ユーロ勝ちました。約2450万円。うわ時給30万です勝ちすぎました。トーナメントはですね計11エントリーして3インマネすることができました。インマネ率も非常に高いですね。11個出て3社だったらかなりいい結果だったと言えます。そして、獲得賞金額が3つ合わせて22万300ユーロ、はい、めっちゃ獲得しました。なんか実感ないね、あんまりスルッといっちゃったって感じ。本当に気づけば勝ってたみたいな感じでした。まあとにかく今回の旅はオールインが強すぎました。マジでオールイン最強。2回3位になったじゃん今回、はい、2回のトーナメントともさやっぱ道中オールイン何回かなってるじゃん。あれ1個でももし負けてたら3位慣れてないんだから、そこで飛んでんだから。前回の WSOP と EPT で横澤めちゃくちゃトーナメント強くなったじゃんって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、もともと強いんですよもともと強いのがやっと結果が出たっていうだけっていう変な話ね。やっぱポーカーである以上は確率にどうしても左右されてしまうところはあると思うんですけど、第3章のテーマトロフィーハンターということでね、今回は残念ながらトロフィー取れなかったんですけど、惜しいところまで2回もいったんでこの調子でプレイし続けていきたいなと思います。というわけで今回のバルセロナ箱勝ちということで第3章めちゃくちゃいいスタートを切ることができました。資金もだいぶ潤沢になったんで第2章第3章合わせてここからさらにちょっと気合を入れて第3章ということで、今までの横澤チャンネルで見せれなかったようなハイステークスキャッシュゲームハイステークストーナメントもどんどん挑戦していくので、去年1年間で4000万勝ったとか言って喜んでましたけど今年は1億勝ちます、はい、というわけで次はあの国へおそらく行くと思います。というわけで次回あの国でお会いしましょう。またね。
ちゃったんです。トロフィー取ってねえじゃねえかとなんと横澤年末までの間に5回大会に行こうと思いました。これから向かうのはですね WPT オーストラリアです。よし、というわけでやってまいりました。この時が、この海の先には何があると思う？俺たちがずっと目指していた優勝トロフィーだ。明日はいい日になるよね、ハム太郎。